up, everyone? This is Sora. Okay, Sora Senpai Club starts now. This is the 10th Senpai, and it's like a miracle happening to my show. And I just can't believe what's happening to my show. And I'm like, I don't know. I feel like I'm gonna die or something after this. Anyway, so this show airs every Sunday, and I invite Japanese entertainers to introduce you to them. And also, I learn entertainment from them because that's what I'm doing. よろしくお願いします。それではこちらの方、倖田來未さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。倖田來未です。本物？本物ですよ。本当に？やっと会えました。本当ね。倖田來未ミニアルバム Angel and Monster。 いや、ちょっと今日はいつも通りできるだろうか俺はと心配していて、ちょっと逆にでも私もこういう形で、こう映像の中にいる空くんとお話しするのが初めてじゃない？ねえ。ちょっとどういう感じなんかなっていうのすごい今日普通の人間だと思ってくれていいんだよ。あ、ほんま？そう、それで話してくれれば、全然もう俺も生きておりますしまあね、もうそもそも今回来ていただいたところには、お手紙を書いて、そうなんですよ。もう愛情のあるお手紙をいただいて、いや、なんか出ていただけますみたいな連絡をもらった時に、もう俺もそうだし全員ひっくり返るかと思って、本当に会社中がどういうことみたいな感じになって、いやもう本当にもうすっごい愛のもう心が温まる。もうなんならちょっともう一回読み返して実は今日来たんですけど、いやちょっとね涙が出そうなぐらい、いや本当に感動的なお手紙をいただいて、今日はもうぜひ初めてなんですけどよろしくお願いしますって感じで、空くんのとこに今日は来た感じですね。そしてね、今回この今放送日が12月6日からということで、周年のところから12月を全部ジャックするんだよ。いや嬉しい。デビュー日なんです。デビュー日おめでとうございます。ありがとうございます。多分もう私のお誕生日ですから今日はある意味倖田來未の。そうだよね。っていうか20年経ってまさかこんなバーチャルと番組やると思った？いやもうほんまに思ってなかったですし、今こうやって普通にこうやって喋ってるのもすっごい不思議な感覚。そうだよね。俺も不思議な感覚。まさかよ、倖田來未とこんな喋れるなんて。倖田來未来ちゃったから。来ちゃった。ちなみにね、呼び方もお互いになんかちょっとこうフランクに呼び合えればいいなと思って。そうですね。よかったらくーちゃんって呼びながらやりたいなと思って。いやそれが絶対いい。もうくーちゃんって呼んでください。私も空くんでいくから。よし、じゃあくーちゃんって呼ぶね。では早速、第1部、こんな企画を用意しました。その名も先輩 Thank you。 ということで、誰もが知る日本を代表するアーティスト倖田來未さんにこれから俺が10個の質問をします。ね、くーちゃんはそれにパッ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 とこう答えてもらっていって、そのパッパッパが得意じゃないのよ。確かにね、それが心配。頑張るパッパッパ。そうだよね。だってね、インスタライブでね自分で6時間ぐらい喋っちゃうもんね。そうなのよ。そういうタイプだから。それではちょっとじゃあ10個の質問いきたいと思います。まず1問目、小さい頃の夢は？歌手か裏方さん。あ、なるほど。裏方も興味あったんだ。なるほど。じゃあ2問目、なんで今の仕事に就いたの？きっかけは？オーディションです。なるほどね。じゃあ3問目、初めてのお給料は何に使った？ほとんどバイキングやね。バイキング？食べ物か。なるほど。4問目、このお仕事を続けようと決めたのはどんな時？ライブでコンサートでお客さんがやっぱ涙流して喜んでくれてる姿を見てですね。なるほど。
続いて5問目、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は？もういっぱいあるけど、やっぱでも空のだからそのくれた手紙が一番ここ最近で言うとグッときたかな。ちょっと待って、くーちゃん俺ね今日ね、泣くのは最後にしようと思ってるの。そうねそうね。なるほどね、うんいやでも、はい、正直この仕事を辞めようと思ったことがある。ありまくり。あ、本当。ありまくりですね。7問目、生まれ変われるなら何になりたい？まあでももう一回、やっぱこう歌う仕事はしたいなと思いますね。やっぱでもそれのために生まれてきた人なんだろうな、きっと。じゃあ8問目、ズバリ、はいこの仕事に一番必要なことは何？やっぱ子供心を忘れないこと。あ、うんなるほどね、はいじゃあ俺も向いてるかもしれない。結構子供心忘れてない、じゃあ9問目、今一番挑戦したいことは何？いや、新しいこと常にやっぱ挑戦したいんですよね。やったことないこと。なるほどね。はい。じゃあ10問目、これは10年後の自分に一言どうぞ。10年後そう、 48。48歳。いや、いい歌を届けていてほしいです。はい、ということで、10問聞いたんですけど、はい。最初の1問目からちょっと聞きたい。小さい頃は歌手か、裏方にもなりたかったって初めて知ったなと思って。そうなんですよ。歌手に、もともと本当にちっちゃい時から歌手になりたくて、初めてオーディションを受けたのがもう小学校3年生とかなんですよ。ほうで、なんですけど、うんなんかちょっとこういろいろこうちびっこ歌まねなんたらとかさ、こうそういうのに出たりとかする機会があって、それを支えてる周りのスタッフさんがバーッとこう動いてる姿見て、うわ、私支える側もいいなっていうのは正直ね思ったんですよね。そうなんだ。そうだから音楽とかとこうなんかに携われるお仕事だったら歌い手でもよかったし、裏方でもよかったっていうのがあった。ちっちゃい時はどういう子供だったの？めちゃめちゃ普通やったと思う。あ、そう、今こんな。お母さんが歌好きやったから、それこそ京都のねレンタル CD ショップがあって、そこで今のヒットチャートを全部この当時は8センチ、そら知ってるかな、8センチの CD やって昔こんな、そうそれを借りてきてカセットテープに録音して、ほんでそれをお母さんの車とか自宅で聴くっていう、もう本当それの繰り返しやったよね。そうなんだ。それこそだってもう9時には寝てたから、高校まで。めっちゃなんかいい子供だったんだね。めちゃくちゃいい子やったんです、私。こう見えて。あら、お母さんとかお父さんは、そのちっちゃい時にもう歌手になるって言ってその道進んでいく時に、反対とかはしなかったの？全くなくて、逆にテレビ番組とかで最後テロップとか出てくるの、素人の人の募集先みたいな、そういうのとかを全部お母さん書いて、じゃあ受けようとかいうのをお母さんが手伝ってくれてたし、お父さんもオーディションの前の日とかなんかあんまり遅くまで遊んだらあかんで早く帰っといて明日のためにみたいな、そんな感じだったんで、結構理解があって応援型でしたね。応援してくれてたみたいな。だから ABEX の初めて受けたオーディションオーディションというの第一次審査は社会科見学の日やったの、学校の。だけど学校休んで行っていいよって言ってくれた。それで私の友達は社会科見学に行ってるわけよ。歌手になりたかった夢を持ってた子は。でも私は学校休んで行かせてもらって、結構やっぱ受かった姿を見た時に私も休んで行きたかったって、やっぱご両親のやっぱ理解っていうのもやっぱそのあったっていうのもすごく大きいからこそこう ABEX に今いるのかなっていうのはあるよね。そのオーディションででもちっちゃい時からやってたっていうけど、緊張とかはちっちゃい時しなかったの？いまだにするのよ。いまだに？もういまだにそらまだ私のライブはまだ見たことないんでした。あるもういっぱいある。ある？ここ並んでるやつ？そうこれね、今日すごいけどこれ全部 UFO キャッチャーっていうのが日本にはあってね。あってね。そうでそこでこうクレーンゲームで撮るやつがあったりね、買えへんやついっぱい置いてあるけど、全部番組プロデューサーの私物でございます。いやもうほんまにその今の UFO キャッチャーもさ、先日発売されたばっかりで。いやそうよ、だってこれ20周年の王冠かぶってるから、だから速攻を今日のためにも取りに行かなきゃいけないって言って池袋まで走って取りに行かなあかんで、取れてるのがすごいから、店員さんにこれ取れないんですけどって言いながら取ってきたそうですよ。ごめんなさいね、話ものすごいそれましたけど。何の話をしてたっけ？そんな感じでオーディションに受かってアーティストになって、で倖田來未って最初はなかなか芽が出ない時期ってあったって。
そうですいうところね。で、昔その「ファイナルファンタジー」っていうゲームの楽曲を歌わせていただいた時に初めてその日本のチャートでトップ10に入ることができて、だけどやっぱりその後やっぱりそのゲームだったりそういうタイアップがないとランキングにやっぱインしてこなくて、こうなかなかこう倖田來未という人を本当に世の中が求めてるのかみたいな。でだからさっきのさ、仕事を辞めようと思ったことがあるかっていう質問もあったけど、やっぱり幾度も自分の声を求められてないんだったら辞めようと思ったことやったから何回もあったんよね。やっぱヒット作を埋めるまで。そうなんだ。そうだからその後もキューティーハニーっていうやっぱそのカバーで知ってもらうことができてとかいう感じで、こう倖田來未という単体でどれだけ勝負できるのかがすごいこう自分へのこうジレンマというかね、全部こうみんながレールを作ってくれてそこを行くみたいなスタンスだったんだけど、まあある時ね倖田來未というちゃんとこう個性を出さなきゃいけないっていうふうに思ったから、なんかセクシーなファッションしてる人って今一人もいないなと思ってやったのがまあ倖田來未という人を作り上げるきっかけとなったわけよ。でそこで初めてこの曲を倖田來未で歌いたいっていう曲ができて、でそこから自分で楽曲も選ぶようになって、この曲を倖田來未に歌わせたいみたいな、だからそういう感じの曲の選び方に次は変わっていった。そうなんだ。その一番最初にこういう曲を倖田來未っていうのは、そこにある「Feel My Mind」の「Crazy for You」とか。うわーもうそうでございます。そうでございます。もうまさに大体知ってるから。そうなの。Crazy for You からなんですよ。あの曲に出会うまでは全くこう倖田來未ってどういうふうにまあ要は表現したい、表現者ですから、こうアーティストとしてクリエイティブする上でどういうものを作ればいいのかっていうのをやっぱ人の真似事ではこの世界やっていけないっていうのはすごいやっぱりもう初めの3、4もう2、3年でやっぱ感じてっていうのはあったんで、だからそういう意味ではクレイジーに出会った時にうわこれだっていうのはすごくありましたよね。でもそれを突き進めていくと今本当にだからくーちゃんみたいな楽曲やパフォーマンスやってるアーティストって本当に日本にはいないなって思ってて。本当ですか。だって世界で見てもまたねライブは後で話すけど、もう正直すごすぎて笑っちゃうレベルのライブ笑っちゃうレベル、笑っちゃうレベル、あんなのやってる人いないから。本当ですか。まあお仕事をじゃあこのままアーティストを続けようと決めたのがライブと。そうですね。やっぱりこうなんだろうな、自分の音楽を聴いて涙を流してくれてる姿を見て、あ、私の音楽でこう勇気づけられてる方がいらっしゃるんだってやっぱ思った時に、あ、もうこの人たちのために頑張ろうっていう。もともとなんやろね、ダイエットもそうやし、自分磨きみたいなのもそうやけど、あ、倖田來未でもこんな風になれるんだとか、常に自分が辛いことを思った時に思いますよね。なるほどね。なんか倖田來未っていうアーティストってもちろんもう日本を代表するトップアーティストの中にいると思うんだけど、そんな中でも俺多分一つすごい特徴的だなって思うのが、すごい身近に感じるところもあるんだよね。頑張って何かトライしていってどんどん形にしていくっていうのがなんかこう自分とも近いところでもあるのかなみたいなのをすごく感じていて。だから ABEX に入ってその初めてのお給料何に使いましたか、バイキングです答えたじゃないですか。それは食べるのが大好きで、それで私はね8キロほど太ってしまったの。デビューをして、全然売れなくて、でそれで ABEX にこんな太ってるアーティストいるかってもう超怒られたんですよ、会社に。なんと緩みが出ちゃって、だからそれこそ太ってしまったりとかね、しちゃうタイプだから。だから ABEX ってのはもう本当にね綺麗なアーティストさんが多いんでね。でもくーちゃんもめっちゃ綺麗じゃん。ありがとう。そうね、一つあるんだけど、くーちゃん年を取るごとにめっちゃ綺麗になってる。嘘。本当。みんなそう思うでしょ。多分これ見てる人たちコメント入れて。本当ですか。いや嬉しい。とにかく私は楽しく年を重ねて、まあその時20歳の時に見れなかったこの世界というか見方を38になった時にやっぱり全然違う。やっぱ当時の自分に言いたいこともたくさんあるし、やっぱり今だからこそ見える世界だったり経験してきたからこその見える世界っていうのがあるから、すごく今私38歳になりましたけど充実してますね。そうなんだ。ちなみにね、このお仕事に必要なこと、子供心を忘れない。そう、子供、これはなんで？私はね、やっぱこう歌手になって、でミュージックビデオを作ったりとか、歌詞の世界観を作る時もそうなんだけど、やっぱり夢を見てるような、なんか子供でも大人でも楽しめる遊園地みたいなやっぱところがいいなっていうのがあって、だから
自分自身が大人になっちゃって、これしたら失敗するやろなとか思ってると何もできないなってある時思って大事だよね。でもさ、エンタメってさ、なんかやっぱそこだよねって思うの。だってこんなことがじゃあ10年前できると思ってましたかって思うの。だからそういうことと一緒。ということで、じゃあ最後に聞きたいんだけど、この10年後の48歳の自分にはいい歌を届けてくださいということで、もうそれずっと変わんない？やっぱりいつまでってリミット、何でも目標でもここまでぐらいやろなって思うとね、それ以下で終わっちゃうことが私多いと思ってて。そっか。だからね、私ね、上から潰していけって何でもいいんですよ。なるほど。仕事はこれさ、みんな聞いてた方がいいよ、ここにいるみんな。本当にちょっとやそっとのね。そうなんですよ。常に上から潰していけと。これ本当、サイバードの皆さん、これビジネスやる上で大事よ。だって今38って言ってるけど、20歳の時と多分ノリっていうか、その音楽に対する愛情ってあんま変わってないというか、何年かこうますます増えているぐらいなんで、だからなんかこの思いがまた10年後も続いてるといいなってすごく思いますよね。48歳になっても今のこの感じだったら超絶かっこいいと思う。いや、もう続けていて、目指せ上沼恵美子さんなんですよ、私は。あ、なるほど。でもなんかこう、やっぱ歌も歌ってるよみたいな。まあなんか路線というかさ、この関西のノリは同じだよね。これからも楽しみすぎる。いや楽しみすぎるよ。まあということで、第1部ここまででございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなたくさんいきなりくーちゃんといろいろ聞けるなんて思いもしなかった。最後にちょっとプレゼント企画もちょっとこの番組をやっているから紹介したいんだけれども、俺の公式ツイッターの方ではくーちゃんと、俺もちょっとその上にね連名という形でサインさせてもらってるんだけれども、なんとくーちゃんの分は当選した方にくーちゃんが名前も入れてくれるということで、そんな企画もやるので、皆さんこれを見た後はちょっと公式ツイッターの方もチェックしてみてください。お願いします。お願いします。それではじゃあくーちゃんまだ来週もあるから、俺と一緒に See you next week って言って終わろうか。できる？よし、じゃあいきますよ。せーの、 See you next week。くーちゃんでした。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。